అఖండ గోదావరి నది తీరం ఉంది. మరి ఒకానొక僕が皆さんにお見せしたいのはインドの中で最も有名なカオスな聖地バラナシでございます。ここは3000年以上の歴史を持つヒンドゥー教最大の聖地で、インドの神様シヴァ神が宿るとされている聖なる都です。ここへ訪れるとインドのスピリチュアルな精神に数多く触れる体験をすることができます。一方でバラナシの生臭い匂いなどをいっぱい吸い込み、旅行者の大半がここバラナシでなぜか体調を崩すのも通過儀礼となっている場所です。今からこの聖地バラナシをできるだけ詳しく解説していきますので、ぜひ今後のあなたの人生に新たな視点や気づきをもたらし、より豊かな経験を得る手助けになることを願っています。聖地バラナシには古い町だけで60万人以上の人々が住んでおり、約3300のヒンドゥー寺院があります。アジア最大の全寮制大学であるバラナシヒンドゥー大学が有名であったり、クラシック音楽光の街でも有名です。ガンジス川を流れる水、これは聖なる水です。この川はヒマラヤ山脈の氷河地帯から始まっていて、全長約 2525km あります。インド神話によると、シヴァ神の一滴の涙が地上に落ち、それがガンジス川になったとされているので、この神が宿る聖なる水で沐浴すると全ての罪が洗い流されるそうです。そのため人々はここをシヴァ神が宿っている町と信じています。ここにいるヒンドゥー教徒は毎日日の出になるとガンジス川で儀式の沐浴を行います。これは新しい日の到来を祝福し、新たな始まりに向けて心身を浄化する機会だからだそうです。ガンジス川の聖なる水に沐浴すれば全ての罪が洗い流され、繁栄がもたらされると信じられています。ライブで思ってるのよ、ほら。いい、何でもいい。好きなスタイルで。好きなスタイルで。好きなスタイルでどうぞ。僕はデリーの駅で、はい。血を流さずに帰ってしまった罪をここで流します。うんちの代わりに流れるってことですね。いい。インドに来てやりたいことの一つといえばガンジス川で沐浴することですよね。僕もガンジス川に入ったんですけど、このガンジス川を全身で感じることは全身が震えた経験として忘れられないものになりました。世界の中で4番目に汚い川で、病原菌、生活排水、生ゴミ、糞尿、遺体、工場汚染物質の全てが混じったこの聖なる川に僕は人生を後悔したくなかったので、思いっきり浸かりました。そしたらなんと次の日から体調不良になりまして、もう1時間ごとに来る水分垂れ流しの下痢が5日間続きました。ずっと食欲がなくて水分補給ばかりしてたんですけど、まともに何も食べれませんでした。ただ体の中はなぜか浄化されていく日々でした。なかなか痩せなくてダイエットに悩んでいる方にはぜひおすすめの場所です。皆さんもぜひ一度は使ってみたいこのガンジス川へ思いっきりダイブしてみてはいかがでしょうか。人生はたったの一度きりです。バラナシの次の顔といえば火葬場です。ここは天国への入り口とも言える場所で、
魂が解放される場所です。ここには合計88個の火葬場がありまして、その中でも最も有名な火葬場がマニカルニカーガートにある火葬場です。ここは3000年も前から24時間年中無休でずっと燃え続けている炎で火葬されています。毎日200人から300人の遺体が火葬されるそうで、神が宿っているこの場所で遺体を焼かれることで信仰者たちは天国へ行けると信じているそうです。ヒンドゥー教徒にとってバラナシの火葬場で火葬されることは盛大な儀式です。肉体の死という終わりではなく、魂の永遠の旅路の始まりとして捉えているそうで、信仰者たちは生と死について、魂は永遠になくならない、なぜなら生と死は単なる肉体の終わりじゃなく、肉体の死後も生き続けるからと考えています。魂の解放や輪廻転生の一環として捉えているみたいです。死者の魂が燃えていく火によって肉体の束縛から解放される。そしてガンジス川の聖なる水で遺灰を洗い流すことで魂が浄化され、新たな生まれ変わりの道を歩むことができるというふうに考えられています。なのでバラナシではインド各地から毎日何百人もの遺体が運び込まれるそうで、遺体は川の水で洗い流して、男性は白、女性はオレンジの布の包まれた状態で焼かれていきます。そしてその遺灰をガンジス川に流すことで、この世の苦しみから解き放たれ、シバ神に会うことができると彼らは信じています。ちなみにインドは多宗教なのでいろんな神様がいますが、その中でもこのシバ神は良き場所を再生させるために悪き場所を破壊する戦いの神様で、宇宙を破壊できるほどの力を持つ神様です。そんなシバ神は人間らしいいろんな姿、顔を持つ一面もあるため、ヒンドゥー教徒たちにとっては絶対的神様とされています。この火葬場には女性は立ち入り禁止、女性は遺体に火を灯すことができないなどルールが多くあるらしく、幼い頃に亡くなった子供、妊婦、事故死、一部特定のカースト、彼らの家族はこの火葬場では焼けない人たちです。そのような人たちは遺体を布に包んでからそのまま川に流すそうです。そのため自分の命が残り少ないと感じた信仰者たちは自らこのバラナシに来て、死を待つ家で残りの余生を過ごし、自分の願いを叶える者もいるそうです。遺灰をガンジス川に流されるということはヒンドゥー教徒にとって最大の願いであり喜びだそうです。ちなみに遺体を焼くには薪代がかかります。裕福な人ほど薪の量が多くて、家族の身寄りがいない人たちは薪代を払えないので、薪が足りないせいで体が完全に燃えないことがあります。その時は燃え残った体の一部を火葬場で働く人たちがガンジス川に投げ捨てるんですけど、その捨て残った体の一部を焼き場のそばにいる犬や牛が食べます。カースト制度、生まれた環境によって自分の身分が全て決まる制度です。身分が低ければ低いほど差別され、貧しい生活を強いられます。火葬場で働く人たちはダリットの人たちで、ダリットにも複数のグループがあります。カーストに属すことができない人たちは現在約2億人います。一般人がやりたがらないトイレ掃除、廃棄物の処理など汚れ仕事をしているため、彼らに触れると汚れるとして長い歴史の間、見る、触れる、近づく、その声も聞いてはいけないというような人間以下の扱い。
厳しい差別を受けながら生きていかなければならないという人たちが大勢います。半ば拷問のような人生を歩んでいる人たちもいるそうです。ですが最近では社会的な変化も進んでいて、カーストの影響は少しずつなくなってきているそうですが、田舎の方ではまだ完全に消え去っていないのが現状だそうです。一方で死ぬ気でめちゃくちゃ猛勉強してダリット組から脱却して大統領や政界に入っている人たちがいるのも事実です。この底辺から成し上がる物語を聞くと、あの劣悪な環境から凄まじい努力をしてきた背景がじんじん伝わってきます。పూర్వము అఖండ గోదావరి నది తీరముంది. మరి ఒకనొక పల్లెయందు ఒక వైద్యుడు నివసించుచుండెను. వాడు మిగుల దురాశాపకారు. バラナシの火葬場で働く人々はダリットの中でもドームと呼ばれています。彼らは火葬の儀式を専門に行う人たちで、社会的地位が低いとされていますが、バラナシでは彼らの役割は尊重されています。信仰者からすると火葬も神聖な儀式の一つなので、ドームの人たちは尊敬される立場にあるんだそうです。ここで一つ面白い話があって、バラナシのドームの中にはキングと言われる富裕層や地元の有力者がいます。火葬場の経営や運営をしている人たちです。ダリットとはいえ裕福な生活をしている人たちがいるんだそうです。数多くある細い道を歩いていくと、広大なガンジス川の景色がその先に現れてきます。最後にこのインドバラナシで祈りの儀式を見るために観光者の多くが訪れる場所へご案内します。ここは84カ所あるガートのうち最も巡礼者が多い場所、ダシャーシュアメートガートです。これはシバ神やガンジス川の母への祈りの儀式、プージャです。ここでは毎日夜の7時から行われていて、およそ1時間の間、舞台の上に立っている司祭者たちがろうそくや花、香りのついた薬を灯して特別な歌やマントラを唱えながら神様に捧げていきます。ここへ訪れる数多くの巡礼者たちは幻想的で神聖な雰囲気が漂う中、このプージャを通じてガンジス川の神聖な力を感じています。またボートに乗って見ることもでき、50から100ルピーで見ることができます。ここへ訪れると人々の生活に根付いた祈りの儀式を垣間見ることができます。ヒンドゥー教徒の人たちに神様の話を一度聞いてしまうと、なかなか話は終わりません。それほど彼らは信仰心が強く、神への祈りを大切にしています。ここへ訪れて何日間も滞在していると、時の流れが緩やかになり、次第にインド独特の空間に溶き込み始めます。このバラナシの聖地はどんな人種、どんな人間であったとしても、その人々をこの広大なガンジス川で受け入れてくれます。この広大なガンジス川へ注がれてくるすべてのものを飲み込み続け、天に戻り、そして再びすべての水の源となって流れ続けてゆくのです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。インドの旅まだまだ続きます。どうか楽しみにしておいてください。いいね、コメントお待ちしております。バイバーイ。